折り紙で作る桜をモチーフにしたリースの飾りですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは説明していきます。まずはこの折り紙を4分の1サイズに切ります。切ったらこれを1枚ずつ使っていきます。折り紙を折る前に桜の花びらは真ん中手がピンク色なので、赤またはピンクの濃い色の色鉛筆があれば、これで折り紙の真ん中あたりに色を塗ります。薄く塗っていただければと思います。次にこの折り紙を半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。そしたらまた半分に折ります。ここまで折りましたら下書きを書きます。下書きは縦の辺の部分、さらに下の中心に近いところに向けて、花びらの形を描いていきます。このように描きました。サイズはお好みのサイズでいいのですが、動画では大きさがおおよそ 2.5 センチ、横の方が9ミリか1センチ程度になってます。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りますと、このような感じの桜の花びらのものが4枚出来上がります。次にですね、先ほどの余りの部分ですね、ここにですね、まだここに空間がありますんで、この空間に先ほど作ったものを当てて、作ったものを型紙としてこの余白の部分に下書きを書いていきます。書きましたらこの部分もハサミで切ってください。ハサミで切りますとまた同じものが4枚出来上がります。しかし先端の部分に色鉛筆を塗っていないので、色鉛筆塗れてないものが出来上がります。色を塗ってない花を作るのもいいですし、これにまた色を塗って色付きの花を作るのもいいと思います。お好みで作ってみてください。動画の説明のために一つ色を塗ります。色付きの花びらを5枚作りましたら、今度は色をついてないやつですね。色付きの花びらが5枚できましたんで、今度は別の花びら。これの縦の細長いところ、ここに切れ込みを真ん中あたりまで入れます。次にボンドを切れ込みを入れた辺の横につけて、5ミリ程度重ねて貼り付けます。このような感じのものを作ります。あとはこれに花びらを貼り付けるのですが、もしも貼り付けの位置がずれてしまう、歪んでしまうのが嫌な場合は、いらない紙を五角形に切って、これをガイドにしつつ貼り付けてください。なので五角形の折り方についてご紹介していきます。もしも不要な場合は、動画の概要欄からチャプターを使ってスキップしてください。まずは折り紙を半分に折ります。半分に折ったら右下の辺を真ん中の中央に向けて、折り上げます。折ったら開いて、今度は右上の角を真ん中下に向けて折ります。折ったら開きます。開いたら次は左下の角、ここを先ほど折った折り筋の真ん中、ここに合うように角を動かして、そして左の辺を折ります。折ったら今折った辺に合わせてこちらの下の辺を動かして、ちょうど合うところで右の辺を折ります。次に今折った辺、こちらを下の辺ですね、ここを合わせるように動かして、そして右の辺を折ります。次に今合わせるこの真ん中の部分、ここが起点になるように半分に折ります。はい、これで五角形に折れました。次に手前にあるこの小さい斜めの部分、ここの斜めに合わせるようにハサミで上の部分を切ります。これで五角形が出来上がります。次にこの五角形をガイドにして先ほど作ったものを貼っていきます。花びらの先端、裏側の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら
器状にしたこちらの紙に貼り付けます。真ん中の一番へこんでいるところに先端が来るように貼ります。次にもう一枚先端にボンドを塗ります。もう一枚を貼る際にこの五角形の、鉛筆で線を描いた方にこのように上から見て、位置を合わせながら貼り付けます。この五角形の線の延長線上を向くように花びらの角度を調整してみてください。このような感じで五角形のこの鉛筆の線とこの先端の部分がおおよそであるところであればいいと思います。この要領でですね、他のものも同じように貼り付けてみてください。残りも貼り付けました。五角形の延長線になるように花びらを貼り付けています。そしたら次はおしべの方を作っていきます。まずはこの折り紙を縦半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚、こちらをまた半分に切ります。半分に切りましたらまたこの1枚、これを使います。この折り紙を裏返して半分に折ります。折ったらハサミで切れ込みを入れます。切れ込みは折れ目側から1ミリ間隔で切れ込みを入れていきます。奥の部分は2、3ミリ残していただければと思います。切り込みを2センチ幅ほど入れたらこれを切り落とします。切ったらこれを丸めます。モードで末端の方を貼り付けたら今度は切れ込みの入れた部分を開いて指で少し曲げます。曲げました。あとはこれを花びらに貼り付けます。おしべの切れ込みを入れていない側にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら真ん中に貼り付けます。貼り付けました。このままリースに貼り付けていただいてもいいのですが、向きや高さの調整をしやすくするために、これの軸の方を作っていきます。まずはこの紙を半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚、これをまた半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使います。折り紙を裏返して少し斜めにします。そしたら定規を端の方に当てて紙を真上に引き上げます。そうするとこのようにカールします。そしたらこれを端の方から丸めていき棒にします。一旦棒状にしたらもう一度伸ばして一つの辺の部分ですね、ここにボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったらまた丸めていきます。ボンドを塗って丸めたら先端の部分、ここは裏側が見えてるんで切ってしまいます。そしたらお好みの長さ、今回は2センチか3センチ程度で1回切ります。残りがまだあるので追加で花を作る場合はこちらをご使用ください。今切ったこちら、この先端の部分に縦に切れ込みを入れます。反転させて反対側も同じように、縦に切れ込みを入れます。切れ込みに入れたら上の部分を開きます。反対側も同じように開いてください。開いたらこの開いている部分にボンドを塗ってください。そしたら作った花に貼り付けます。花の裏側中心あたりに貼り付けました。これで桜の花作りは完成になります。次にリースの方を作っていきます。まずはこの折り紙3枚を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのサイズで作っていきます。まずはこの折り紙を裏返してひし形に向けます。そしたら三角に半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。折ったら開いてで上下を変えます。次に真ん中下頂点を真ん中上に向けてこのように折ります。そしたら今度は右下の角を真ん中上に向けて折ります。このような感じのものを残り11枚も同じように作ってください。残りも同様に作りましたらこれを組み合わせていきます。最後に折り上げた部分ともう一つの折っていない部分、ここをこのように差し込みます。そしたらもう1枚同じように折ってない方を差し込みます。このようにして12枚つなげてリースを作ってください。12枚つなげました。次にこれが
このままですとパーツが外れてしまうので、ボンドであれば一旦抜いて、接地面にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらまたこれを戻して、そして貼り付けます。もしもテープなどであれば、パーツ同士がつながっているところにテープを貼って外れないように固定してください。リースの方をテープまたはボンドで固定できましたら、これに作った花を貼っていきます。貼り付ける際にこの軸の方がまっすぐですんで、これを曲げていただいたり、実際に置いてみて、軸の方が長いなと思ったらハサミで切って調整してください。花を貼り付ける前に葉っぱの方を、作り忘れてたんで、こちらの方をやっていきます。まずは折り紙を半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。次にこれを三角に半分に折ります。折ったらこれに下書きを書きます。花が出始めの頃の葉っぱはちっちゃめで先の方が尖ってますので、このように先が尖ってて途中から太くなるような感じで描いていきます。斜めの辺で長い方を描いたら、縦の辺でやや短めのものを作ってください。またこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたらこれを広げます。これで葉っぱが合計で8枚出来上がります。あとはこれをすべて山折りに折り直します。山折りにしたらすべて重ねて、また半分に折って、そしてこの斜めの状態で、ギザギザに軽く折り筋をつけていきます。折り筋をつけたら開きます。このような感じで葉っぱを作ります。小さい方の4枚も同じように加工してください。葉っぱの方が出来上がったら花の方を貼っていきます。まずは大雑把でいいので、花や葉っぱを貼る位置を決めてください。貼り付ける順番はお好みでいいのですが、まずは葉っぱの方にボンドを塗って、葉っぱの方から貼っていきたいと思います。一箇所葉っぱの方を貼り付けました。もう片方は最後に貼りたいと思います。次に花の方ですね。軸の方角度を調整していただいて、軸の下の部分にボンドを塗って、そしてまずは葉っぱの近くに貼り付けます。こんな感じですね。次のやつも同じように軸の角度を調整して、同じようにボンドを塗ってください。そして貼り付けます。満開の桜は密集している感じなので、できるだけ詰めて貼ってみてください。花の方をある程度貼りましたら、最後の部分ですね。ここに葉っぱを貼ります。花の下あたりに先端が隠れるようなイメージで貼ってください。他のものも貼っていってください。最後に軸をつけていないものを2つ残しています。これの底の部分にボンドを塗って、葉っぱのこの下の部分ですね。根元が見えてしまいそうなので、ここに花びらを貼ります。花の方を貼ります。で、反対の方も同じように、ボンドを塗って貼り付けます。はい、こんな感じですね。あとは花びらがあればお好みで、散らしてください。花びらを3枚貼り付けました。もしもですね、貼り付けてる際に、どこか、隙間があって、それが気になる場合ですね。そういうところがあれば、花びらをこのように貼り付けて、そして、隙間を目立たないようにしてみるのもいいかと思いますので、お好みでやってみてください。これで桜の花のリースが完成になります。いかがでしたでしょうか？今回使用した花の個数は20個で、折り紙は、通常サイズ4枚の折り紙を使用して制作しました。葉っぱにつきましても6枚、貼りましたが、お好みでもっと枚数貼り付けてもいいですし、全く貼らずに全部桜の花でもいいかと思いますので、お好みで作ってみてください。それでは今回はですね、桜の花のリースの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。